はい、それでは Figma 初心者チュートリアルの2つ目ですね。前回の続きからやっていきたいと思います。前回はこのフレームをね、作るとこまでやりました。で、今日は、まずどこまでいけるかな。文字を置くところぐらいまでは行こうかななんて思っておりますので、やっていきたいと思います。まず最初に何をやっていく、どの順番でやっていくかをお伝えするんですけども、まずですね、こちらですね、こんな感じの状態にします。出来上がりをね、ちょっと思い返してほしいんですけど、こんな感じなんですよね。これ背景に Figma のなんか画像、スクショとロゴが貼ってあるんですよ。はい。これをまずやりますと。はい。で、その上にですね、この人物写真を、置きます。はい。っていうところをまずやりましょう。はい。ここまでやります。で、その後は、その上にですね、文字を置いていくっていうところをね、こうやっていこうかと思います。だからこの状態までね、やっていこうと思ってます。はい。で、ね、これ見てる方ね、おいおい、なんかイラストのやつとなんか変な男のやつ2つあるじゃねえか、これどっち作るねんみたいな、思った方いると思うんですけども、こちらどちらでも大丈夫です。はい。私がね、実際にサムネで作った自分の切り抜いた画像もここに置いてるんですけども、こんなやつの顔見たくねえぜって方はですね、こちらにですね、このね、サイトのフリーイラストの方を持ってきております。はい。こちらね、どちらでも、ご自分のね、好きな方を使っていただいてもいいですし、なんか全然別のなんかこう人っぽいやつ、キャラクターでもいいかもしれません。著作権はちょっとちゃんとやってほしいんですけど、はい。置いてもらって、やっていこうかと思っております。はい。というわけで、じゃあまず最初ですね、この背景に、この画像を置いたりとか、このロゴを置いたりとかね、この色を塗ったりとか、していきたいと思います。で、ですね、そうですね、まずこのパーツ置き場にあるこのパーツって使うんで、こいつをね、ちょっと近くにね、こうグイってこう持ってきてもらえると、なんか作業がしやすいかななんて思ったりします。はい。僕はちょっとこれコピーしたいんで、こうやってコピーしますね。はい。別にこれコピーするのもですね、ドラッグ&ドロップで、ドラッグですね。ドラッグ&ドロップじゃねえわ。はい。オプションを押しながらね、この移動ツールでこうカーソル当てるとですね、なんかこんな感じでこう、カーソルが二重になるんですよね。はい、でこの状態でクリックしながら動かすとこうやってねコピーすることがねできるんですよ。これちょっと最初慣れないと思うんですけど、これね覚えておくといいので、後々なんかこういうのあったなぐらいで覚えてもらえるといいかなっていうところですかね。はい。じゃあまずこのパーツ置き場からパーツを置いていきたいんだけど、その前にこのサムネイルの背景の色を変えましょう。はい。背景の色ね、どういう風になっているかっていうと、こいつを持ってきた方がいいな。よいしょ。でこれ実はですね、真っ白じゃなくて、はい、ここ見てもらえればわかる通り、このね、ちょっと茶色っぽい、薄い茶色っぽい色をのせているんですよね。これをまず塗りましょう。で、これはこのね、大枠のフレームに塗っていい色なんで、こいつの色を今これ白だと思うんですけど、こいつをね、このグレーに変えていきます。で、どこでこの、塗りっていうんですけど、フィルっていうんですけど、こう変えていくかっていうと、こう選択した状態でね、選択してないと何も出ないんですけど、選択した状態で、このフレーム23のやつの塗りをね、変えましょうっていうところです。はい、この塗りってやつのね、この色、これ、はい。これをね、押していただく、この四角いなんか色の方を押していただくと、これパネルが出てきます。はい。このパネルで色をね、こうやって選ぶことができます。はい。なんかね、マウスクリックしながら動かすことができますと。クリックでこうやってね、はい。指定することができますと。で、ここですね、このバーみたいなのがあるんですけど、はい、ここで、これ色相関のなんか一種って呼ばれるものなんですけども、要は色の種類っていうのをここで選べますと。これ今赤色に設定してるんで、赤色のなんか濃い方と暗い方とか薄い方とかね、あるんですけど、じゃあこれ私緑がいいわっつったらこう緑の方にこうピーってこうねドラッグで動かしてもらえると、はい、緑の世界に来ますので、この中でじゃあ緑の薄い方だわとか緑のなんか暗い方だわとかね選んでもらうことができます。はい。じゃあ皆さんね、このなんかね見たねこのなんか色、そこから探してください。はい。っていう風にはならないんですよ。はい。ここにスポイトツールがねございます。はい。ここにスポイトツールっていうのがございますので、これクリックしていただくと、このね、Figma 上のものにこうやってこう合わせていくとね、このデータじゃないとダメなんだよね。このパネルは無理なんですけど、こ
うやってね、今出てるでしょ。これ F5 って出てるでしょ。この背景のグレーね、これ F5、F5、F5 っていうカラーコードなんですよ。で、これをこう合わせてもらえるとね、ここのね、この茶色グレーみたいな、でちゃんと色が出るんですよ。ECEAE6 みたいな。で、この状態でクリックをしていただくと、ピヨーンってね、もうスポイトなんで、こう吸い取ってね、こうピトーンってこう色をね、やってくれるんですよね。はい、このスポイトツールがあれば、なんかこういうね、すでにあるものの色、この色にしたいってやつにこうクリックして合わせてクリックしていただければこうやってね、ピヨンって変えることができるっていうのがスポイトツールありますので、色をねこう自分でこうやってね決めていくことも全然もちろんいっぱいあるんですけども、すでにあるやつとかだったらもうこのねスポイトツールを使ってピッてやってもらえればもう一発でできますので、今回はちょっとこれを使ってもらえるといいかなと思ってます。はい。自分で合わせる場合はね、なんとなくこのオレンジよりちょっと黄色に若干寄った部分で、ちょっと白っぽいグレーみたいなところに持ってきてもらえれば近い色になるかなと思います。はい。で、次ですね。はい。物を置いていきましょう。はい。この Figma のロゴと、この背景のね、Figma のスクリーンショットを置いていきます。で、ここにすでにね、もう僕用意しておりますので、こいつらを持ってきていただければいいです。で、持ってき方とかもコツがあるので、それをちょっとね、お伝えしていきたいんですけど、このフレームの中に入れたいわけですよ。この中に入れたいと。で入れるには、普通にね、多分これこうピーって引っ張っていってもらえれば、勝手にフレームってなんか中に入ってくれるんですよね。こうドラッグでこう運んでいただければ。はい。で、こう出していただくと、こうフレームの中から出るみたいな感じに Figma だとね、こう自動でやってくれるので、結構多分これで入れられるかなとは思います。一旦ちょっとこれで入れてみましょうか。はい。で、1を合わせていくんですけども、一旦ちょっと雑に置かせていただきます。はい。これ、ね、真ん中にこう、ね、持ってくと、こう、ピタってこう、なんかちょっと引っかかる感じがすると思うんですよ。画面だと赤い線がね、出てると思うんですけど、なんかこの対象物に対して真ん中とか、こう、揃ってる状態になると、Figma って勝手にこう、なんか引っかかる感じで、今真ん中だよとか、今この他の要素と合ってるよみたいなのを教えてくれます。なんでこれまず真ん中に合わせましょう。ピタって。で、あとはもう上の方にこう持っていくんですけども、この微調整は後でやり方を教えますが、一旦ね置きましょうと。こんな感じで、だいたいこのね左右のここの幅とここがだいたい一緒ぐらいでまず置いてください。今のところの上の方がねちょっと狭いと思うんですけど、一旦後で微調整するんで、はい、いいかなと思います。で、この上にね Figma のツールじゃなかったロゴをね載せていきましょうと。これも多分同じように引っ張っていってもらえればいいんじゃないかなとこうやってねピーって思いますと。はい。でなんとなくこのスクリーンショットの左上の端に合うように持っていってもらえると、ここもまた同じようにこうピタってねこの赤い線がこう出て引っかかる感じでねこう揃えることが勝手にね Figma っていうのをやってくれるんですね。これ結構便利なんで、これ使うと位置の調整が結構楽にできるというかっていうのがありますので、これよく使うので、これちょっと利用しながらねこの左上ピタって置いといてもらえるといいかなと思います。で、じゃあどうなってるって元のデータどうなってるっていうのを見ていくと、ここピタじゃないんだなってまず分かりますよね。このロゴに対してここピタじゃないよね。はい、ちょっとはみ出てるよね。どれぐらいはみ出てんだろうっつって、これぐらいはみ出てんだけど、このサイズ感って分かんないですよね。なんとなくこんな感じね。つってなんかこう自分のねデザインに戻って、なんかこう矢印でこうね1ピクセルずつこうやって移動できるんですけど、こうやってね、はい、こうやってやってもいいんだけど、分からないじゃん。この距離ってこの点線の距離ってね、この測り方あるんで。これを覚えていただきつつ位置の調整をできるようにってちょっとやってみましょう。じゃあまずその前にこの下がねちゃんと置かれてないとダメなんで、どういう風に置かれてるかっていうのをお見せしますね。で
多分普通にこうクリックしようとしたらですね、この完成形のバナーのこの Figma のファイル、多分ねクリックできないと思います、初心者の方はね。これ こいつに阻まれると思います。こいつ俺なんだけど俺が阻んでくると思うんですけど、ね、普通にクリックできない。じゃあこういう時どうするか、いろんなやり方ねもちろんあるんだけど、今回ちょっと皆さんにやっていただきたいのは、前回やったレイヤーを使ってほしいんですよ。はい、思い出してください。構造の詳細っていうのはレイヤーに書かれていると。すべてがここにあるというふうに私は言いました。見ましょう。はい、今どこにクリックされてるか。シャドウというものにクリックされてます。はい、ここじゃありません。はい、じゃあこの Figma のスクリーンショットどこにあるか。はい、ここです。バックグラウンドイメージ Figma ってやつ。はい、これね。ここからだとクリックできない。これどこにあんねんってなるやつとかは、こうレイヤーで冷静に見てもらえると、一番下にあるからねみたいな感じでクリック選択することができますと。でまずこの選択してみてください。はい、でこれサイズはね別にこっちと変わらないと思います。1841.136、はい、これサイズは変わらないんで調整する必要性はございませんと。はい、でじゃあこのね左右の距離です。距離だよね。このフレームの端からのこの距離ね、この距離とこの距離ね、はい、どういう数値になってんのかっていうやつの出し方を教えるんですけど、これオプションを、ね、こう選択した状態で押していただくと、この状態だと何も変わりません。押したままこのカーソルをこの距離を測りたいやつに合わせていただくと、多分40って出ると思います。この画面今ね皆さんの動画のように、はい、上40下40で多分右も40なんですよね。で下は76ぐらいはみ出てると、そういう位置にありますというところなんですね。位置だけだったらね、この今のこの配置の位置 40×40 っていうのに、置いてもらえれば多分同じ配置にすることができるんですけども、この幅を測りたいっていうのがやっぱデザインしている時にめちゃくちゃ出てくると思うんですよね。でこのオプションを押して、選択しているものと距離を測りたい、ものにカーソルを合わせていただくと距離が出るっていうのを覚えてください。これはねめちゃくちゃ使います。はい、ちょっとスライドにできてなかったのでここにピヤーンってねやると距離を測るやり方ですね。はい、これはオプションですね。オプションとか折るとき、こいつを押しながら、距離を測りたいものにカーソルを合わせると距離が測れます。逆にこの Figma のロゴを選択してオルトを押しながらいろんなオブジェクトにこう合わせてもらえると、ね、この Figma の使い方ってテキストまだ227っていうピクセルの距離だったりとか、この吹き出しは1027とかね、出るんですよ。はい、これめちゃくちゃ使うんでちょっと慣れないと思うんですけど、最初はこれ覚えてください。オルトを押すと、距離が出ると、そういう感じでね思ってもらえるといいかなと思います。じゃあちょっとまずこの Figma のねスクショの配置をしてみましょうか。上と、横で40と40で均等に置いてると。今僕の画面だと上が26なんで、こいつを40に合わせればいいんですよね。でこれどうやって合わせるかっていうと、このクリックしながらこうやって合わせてもらってももちろんいいんだけど、微調整、もうなんか数ピクセルの時は僕矢印使います。この選択した状態で矢印を押すとこう1ピクセルずつこうやって下がっていくんですよ。要は移動できるんですよ。こんな感じでこういうのを使ってやったりとか結構しますね、僕は。はい、もしくはこのね1ツールで、上から40だから今ねここが0なんで、ここが0なんで、はい、Y 軸ですね。Y 軸の0はここなんで、ここから40ってとこに合わせる数字でっていうのももちろんあります。どっちでもいいけど僕は割と矢印使うんで、矢印の方が汎用性あるかな。 X 軸と Y 軸って変わるんで、なんかその物体によって結構難しいかなと思うんですけど、はい、って感じで合わせますと。でこれシフトを押しながら矢印を、やるとこういう風に10ピクセルずつ動かすことができます。なのでもうなんかボタン連打でこうやってうらーってやんなくてもシフトウェーって押せばこうやってね変わるので、大体100ピクセルぐらいかなとかの距離まで以内だったら、100は言い過ぎか、50ぐらいかなだったら結構僕矢印でペペペペペって細かくこうちゃんと合わせたりすることが多いですかね。はい、いろんな合わせ方あるんですけど、これも覚えておくといいと思います。はい、これでいいかな。でじゃあこの Figma のねロゴとかもねどうやって合わせようかなってとこなんですけど、はい、
これもさっきだとここにピタって合わせたと思うんですけども、じゃあどれぐらいのねこの端っこからの距離かっていうのを測ればいいわけですよね。そうすると24と24になってるんですよね。はい、なのでこれも合わせましょうというところで、じゃあ今は多分40と40になったんで、ここのサイズを24にしていくと。だからまず20にしましょう。僕の場合ね、僕の考え方ね、シフトをしながらまず左ね、はい、20、上も20と、はい、これで20、20で、あとはもう1234、1234ってやれば24と24になると。はい、こんな感じ。これで、同じ位置にこの Figma のロゴと後ろの Figma のスクショが来ることができました。こんな感じで合わせていきます。結構地味ですよね。地味なんです。ただ、数字が大事なんで、均等にね、40と40とか24と24って合わせましたよね。ああいうのがやっぱ細かい積み重ねでね、統一感につながってくるので、こういう風に細かく合わせていくやり方もちょっと徐々に慣れていってもらえるといいかなと思います。はい、それでは次にですね、文字を置いていくんですけども、はい、違いますね。次、人を置きましょう。どちらを使ってもらっても大丈夫です。はい、こちらにね、データがありますので、どちらでもいいので、ちょっと使ってみてください。僕を選んでもね、別になんか、何々プレゼントとかないので、はい、もうなんか僕の顔嫌いな方はですね、このね、どちらか、選んでもらえればと思います。僕も僕の顔嫌いなんで、こちらのイラストを選ばせていただきたいと思います。こちらもですね、コピペしてもらえるとですね、複製することができます。コマンド C、コマンド V。これでね、こうやって、もう今、ちょっと分かりづらいんだけどね、複製できました。あとさっきちょっと若干紹介したんですけど、選択しなくてもいいか。オプションとオルトを押しながら、ね、この対象のものに合わせると、この、今、矢印が二重に影分身してると思うんですけど、この状態で、クリックしてピヨって動かしてもこうやって複製することがね、こうできますので、こうやってね、はい。どちらかのやり方で、こいつね、使いたい素材をコピーしてください。そのまま持ってってもいいんだけど、せっかくだからコピーのやり方を覚えましょう。で、こうやってビヨーンってね、運んでもらって、これもバーンって置いてもらえればいいと思います。で、動かすとね、こう真ん中のこう印がね、こうできると思うんで、はい、まずは真ん中に置いてもらえればいいかなと思います。で、どれぐらいのサイズ感になってるかなっていうところで、僕の頭がもうほぼここにつくぐらいの感じにこれはなってますね。なので、ちょっと素材が違うので印象が変わってくるんですけど、一旦ちょっと踏襲しましょうか。でやると、こんな感じなのかな、はい、ちょっとでかいかもしれないですけど、一旦こんな感じで置いてもらえればいいかなと思います。ちなみに言うと、美的感覚的には、ここがちょっと中途半端に切れてるじゃないですか、この肘だけ。これちょっとね、やっぱバランス悪いんで、どうせ切れるならちゃんとこう切るとかね、してあげた方がいいんで、僕だったらこれぐらいの多分サイズにしますかね。32とかにしますかね。ここで合わせるとか、ちょっとはみ出るとかかな。多分完成形見るとその辺の微調整を何かしらやっている気が、やってねえわ俺やってませんでした。そしたら一旦ね、頭つけますか。で、多分サイズをね、こうやってでかくしてこうやって調整することもできるんで、僕だったら多分こういう感じで置くかなと思いますが、一旦ちょっと難しいことを今喋りましたので、一旦頭の上がこのフレームにつくところに置いてみましょうか。はい、ピッてね、ここも赤い線出ると思うんで、はい、これでいいです。はい、これで、人を配置して完成ですね。はい、でここからじゃあ文字を置いていきましょうというところですね。はい、文字の置く部分で言うと、この Figma の使い方っていうやつとか、初心者向け基本を解説ってこの2つのね、このフレーズをまずは、置いてみましょう。はい。で、まずテキストツールですね。説明していくんですけども、この辺のスライドもちょっと使いたいんで、この辺もちょっと持っていきますかね。はい。選択してオルトをしながらコピーという感じ。はい、まずテキストはどうやって置くのかっていう話なんですけども、下のところにね、テキストツールあります。このなんか T って書いてるやつ、テキストの T ですね。これを押していただくとバッテンになって、これでクリックするとテキストをね、こうやって打てるモード、要はテキストを配置するモードになってますので、こちらでテキストをこうやって生成することができますと。で、同じようにこうやって持ってきてもらえれば、はい、
このフレームの中にテキストを置くことができますと。はい、これがテキストツールの基本的な使い方になってますと。はい、なので、じゃあまず Figma の使い方っていう文言を置きましょうか。これ完成形のところ何でもいいんですけど、こうクリックしてダブルクリックしていただくと、文字をいじれる形にモードになりますと。はい、こんな感じでね、足したり引いたりできますと。はい、でコマンド Z で戻すこともできますと。ここでまずコピーしましょうか。Figma の使い方ってやつ。まずは打ってもらってもいいんですけど、どちらでもいいです。はい、で、ここも同じようにコピペしてもらえれば、はい、こんな感じで、なりますと。多分ちょっとサイズまでね、今コピーしちゃったんで、ちょっと一回戻しますね。サイズはいじり方を教えたいんで、はい、こんな感じで、はい、やりますと。で、これ持っていきましょうかね。ここからサイズとかを調整していきたいんですけど、まず、フォントテキストのいじり方の基本についてお伝えをしていきます。覚えなくていいです。使いながら慣れていきましょう。で、ですね、おそらくなんですけど、Mac だと平木の角ゴシックってやつが、角ゴシックか、入っていると思います。こちらを使ってください、Mac ユーザーの方。で、Windows の方は、多分今 Windows の一番新しいやつ、U ゴシックっていうのがシステムフォント、Windows のベースで使われているフォントとして採用されてるかなと思うので、こちらを使ってください。多分 Windows の中には平木のがないはずなんですよね。で、どちらでもいいです。はい、こちら選択していきたいんだけど、どうやって選択するのかっていうと、はい、パネルを使います、プロパティを。なんでまず選択しましょう、テキストを。テキストを選択すると、この左側のパネルがこのテキストをいじるモードになってます。で、タイポグラフィーってやつがあると思うんですよ。こちらね、ちょっと書きすぎたね。はい。で、いじれます。このフォントの種類。で、フォントここです。今僕、ラインシードっていうやつになってるんだけど、こちらをじゃあ Mac の方は平木の角ゴシックで、Windows は U ゴシックにしてみてください。で、ここクリックするとですね、こういう欄が出て、ね、これ自分がインストールっていうのは僕が外部からパソコンにインストールやダウンロードしたフォントでこれいじれるんだけど、多分全てのフォントにみんななってるかな。僕だけかな、僕が落としたやつになってるのは。ここから探してください。でブワーってあるんで、めんどくさいと思うんですよ。どこにあんの、平木の U ゴシックどこってなると思うんですけど、このフォントのところに打ってもらえれば出てきます。ただ多分日本語で出てこない人もいると思うので、英語で平木のとかやると平木の多分出てくるし、僕 Mac だと U ゴシック入ってますね。英語で U ゴシックって入ってるんで、Windows の方もここで検索してもらえる、その名前が分かってる時はね、検索してもらえると一番探しやすいかなと思います。でフォントはですね、自分のパソコンにどういう名前で、入れてるかによってこの検索に何の文字で引っかかるかが変わってくるんですよね。で僕とかは基本いつも英語で使ってるからか分かんないけど、英語で入ってますので、平木の角ゴシックっていうものが、英語でやるといっぱい出てきますと。で今だと平木の角ゴシックプロ N かなとかを使ってもらえるといいかなっていう気はしますね。はい、これですかね。でWindows だから、U ゴシックを使ってもらえればいいかなと思います。っていうふうにフォントをね選んだりとか、こっちプロになってますけど、プロ N、プロどっちでもいいかな。はい。で、この W6 ってやつは、これはフォントのこの太さですね。はい。今 W6 ってこれ太字なんですね。ボールド状態。これ W3 にすると普通のデフォルトの状態なので細くなるんですよ。っていうふうに太さを選べたりとか、この240ってやつはフォントのサイズですね。これもでっかくしたりとか、ちっちゃくできるんですけど、はい。で、あとこのラインハイトってやつもあります。今回は使いません。これは何かっていうと、行間って出てると思うんだけど、開業とかした時のこの幅の高さのサイズですね。ここ絶対値ね、こう320とかでこう入れると、例えば、これを開業してみるじゃん。お腹すいたとか、今日俺胃カメラなんだ、実はみたいな。はい、あるじゃないですか。でやった時のこの数字をねちっちゃくすると、この開業の幅がこう狭くなったりとか、逆にこうでかくするとね400って打ちますけど、おいってやるとこうでかくなったりとかするっていうのがこのラインハイトってやつですね。はい、基本的にはこう開業するような時に結構使うかなというところで、
今回使いません。で、あとはこの文字間隔ってやつですね。これはレタースペーシングって呼んだりするんですけど、ここもでかくすると、この文字と文字の間のね、このスペースですね。ここがでかくなったり、ちっちゃくなったりできます。はい。UI デザインとかだと、まあ、いじるか。まあ、いじるわ。まあ、そこまででもいじんないですね。細かくは。はい。バナーとかと違うんで。まあ、こういうのもありますよと。今回ちょっといじるかな。はい。っていう感じで、ちょっと一旦0にしとこうか。いじれます。で、あとここにね、真ん中揃え、左揃えとかありますと。これもね、フォント語の、これ今枠がこの状態なんで何も変わんないですけど、こういう状態にしとくと真ん中揃えとか、左揃えとかでこう変わったりとかするし、ここでなんか、フォント文字のどこに配置するかっていうのも上なのか、真ん中なのか、下なのかとかも選べるので、まあ、こういうなんか操作できるパネルがあるんだなってのはちょっと覚えてもらえるといいかなと思います。はい。っていう風にテキストを編集して、位置を調整して置いていくということをやっていくんですが、じゃあやってみましょうか。まずは雑にこれ置いてますね。幅を見るとこれ真ん中揃えとかになってないんで、まずは一旦置くってやつですかね。Figma の使い方っていうもの、これは240のサイズですね。U5 だとちょっとね、多分見え方変わってくるかなと思うんですけど、まず置きましょうか。まず雑に置きましょう。で、まず240にしとこう。これね、打つこともできるんで、はい、240。左揃えにしとこうか。はい。で、一旦置きますと。で、次、この初心者向け基本を解説ってやつね。これも置きましょう。これもコピーして、初心者向けって打ってもらってもいいし、ここコピーして、ここ置いてもらってもいいです。で、このサイズも調べましょう。なんか121っていう、なんか見せてますね。120ですね、これね。120になってるんで、120にしましょう。で、フォントとか一緒ですね。はい、太さも W6 と太いやつなんで、ここも120が半分ぐらいのサイズですね。にしましょうと。で、ちょっとこれね、僕さっきラインハイトね、ここ行間いじったんでいっぱいあるので、ちょっと面倒なので、100% になってますね。これ 100% にしときましょうか。はい。100% になると、余分な余白がない行間になるんですよ。こっちも 100% にしときましょうか。はい。100じゃなくて、100% ですね。パーセントの指定もできるんですね。で、まず初心者向け基本を解説もこのフレームの中に置いておきますと。はい、まずここまでやりましょうか。はい、さっきのタイポグラフィーとかのね、詳しい説明をここにスライド作っといたんで、見てください。はい、で、次にですね、テキストを置いていきたいんだけども、これ置いてみたらわかると思うんですけど、文字読みづらいよね。これね。たださ、こっち完成形に近いんだけど、こっちちょっと読みやすくなってるじゃん。この文字。ここね。ほら。何が違うかっつうと、実はこの背景にね、なんかもやかかってるでしょ。なんかね、これ、グラデーションの白色を置いてるんですよ。なので、白が背景にあると、黒ってコントラスト、全然明暗がね、違うんで、読みやすくなるじゃないですか。これが置かれてるんですよ。実は、こういうテクニックがあるんですね。はい。っていうやつを置きつつ、次こっちのね、2024、25最新っていう文字。これをなんかこの長丸の上に綺麗に置いていくっていう、ここをやっていきたいと思います。で、まずね、このシャドウを置きましょうと。で、これシャドウを置くときですね、どうやるのかっていうところなんだけど、一旦ね、パーツあると思うんで、これをピーって持ってきてみてください。ってやると、普通に一番上に置かれると思うんですよ。今までは良かった。一番上にどんどんね、俺ら置いてきたから。もう全然何のね、多分、意識もしなかったと思うんですけども、これをやっちゃうと、あれなんか文字が薄くなってるっていう風になってると思うんですよ。ここでじゃあ何を使うか。そうです。レイヤーです。はい。ここでじゃあレイヤーパネルをね、開いてみましょう。で、今これシャドウがね、僕の画面だと一番上に置かれているから、要はこれ全部の物体の上にこう置いちゃってるからね。こういう風に見づらくなってるのよ。じゃあどこに置きたいか。ね、文字を読みやすくしたいから、これどこに置きたいかっつうと、人の上なんですよね。はい。人の上に置きましょう。なんで、人が、どれだ？こいつですね。はい。なんで、こいつの下に移動させます。はい。左側見てね。はい。ってやると、違いましたね。人の上ですね。人の上に置くと、はい、こんな感じでなりますと。で、あとは位置を一番下に合わせれば、はい。若干ちょっと人にもかかっちゃうんですけど、文字が読みやすくなると
ちょっとね顎ぐらいまでかかっちゃってるんで、これもこのサイズをね変更するとこういう風にどういう風にやるかっていう幅を変えられたりしますので、微調整したい方はしてもらってもいいかもしれません。はい、っていう風に置くと、ね、ちょっと自然な感じで文字読みやすくしつつ、要は文字の下って別にそんな見えなくていいじゃないですかっていうとことかは、こんな感じでねちょっと見えづらくなるという風にすることができると、こういうなんかシャドウを置くテクニックっていうのが結構あります。はい、元はこういう素材ですね。これもフィルでちょっと説明だけしますけど、この今まではこのね単色ってやつしかまだいじってないと思うんですけど、グラデーションっていうのがあります。これをグラデーションにしていただくと、こういう風に2つの色をね選ぶことができますので、その色を選ぶと、要はその色からその色に向かってなんかこういう変化するっていうのを、作るグラデーションを作ることができるっていうものがFigma の機能にもありますので、これで作った素材っていうのを今回置いたという形になってます。はい、こういう使い方もできるっていうことだけ覚えてまずは置いてください。で次に、2024のやつをね、なんか赤い枠のボックスみたいなこれを作っていきましょうと。これどうやって作るのか、いろんな進め方はもちろんあるんですけども、どうやって作ろうかな。じゃあまずはどうしようかな。四角から置くか。はい、四角から置きましょう。でこの四角っていうのは角丸になってます。なので角丸のこの四角を作っていきたいんだけども、これね四角って聞くとなんか四角形ツール使いたいなって思うと思うんですよ。悪くないんですけど、Figma って UI とか Web デザインのツールなので、それを考えるとこれ実はフレームで作った方が若干バナーだとね別にそんなこだわらなくていいんだけど、いいんですよ、慣れといた方が。なのでここはフレームで作らせてください、長丸を。じゃあフレームツールをね選びましょうと。これどっちでも作れるんですよね。はい、フレームで適当にねピヨーンってやりますと。じゃあまず色と角丸だけ、サイズはちょっと後でやるとして、色と角丸やっていきましょう。じゃあまず色ね、どういう風にやりましたか、皆さん覚えてますか。はい、選択して、塗りの色を押すとパネルが出てくる、カラーパレットが出てくる。ここでじゃあ色を変える。これとそれでもいいです。面倒な人は大体の人はスポイトツールを使って、これをピヨーンって合わせてピッてやると同じ色になります。はい、なんか若干これ同じ色って思った方は合わせてもらえると同じ色になってますね。で、次角丸ですね。これどれぐらいのサイズになってるか、あと角丸ってどこでやるのっていうのをちょっと教えていくんですけども、まずどれぐらいのサイズの角丸になっているかっていうのをまずクリックしてねパネルで調べてみましょう。そうするとこの外見っていうところですね。はい、外見っていうところに16っていう数字があります。これが角丸の値になります。それから左のやつは10日の数字で 100% だと全くもって何も関係ないんだけど、これを下げていくとどんどん透明になっていくっていう数字の隣にあります、角丸っていうのがね。はい、なんでこれ16になってるんですね。全体16ピクセルの角丸のサイズ感になってると。このなんかちょっとアーチがかかってるのアイコンなんですけど、なのでじゃあ同じところで設定をしましょうと。で、自分のとこ見るとね、こう選択すると外見ってのはあるけど、この角丸っていうところの値がこれ0じゃないですか。はい、ここをじゃあ16にします。はい、ってやると同じサイズ感になりますというところです。これちなみにこの角丸の右にあるなんだ四角みたいなやつやると、こう個別に角丸のサイズを決めることもできます。なんかこんな感じで16を1個だけ0にするとここだけなんか尖るみたいなね。はい、ここだけちょっとなんか思春期入っちゃいましたけど、みたいなこともできるというところですかね。はい、覚えておいてください。でじゃあ次はサイズ測りましょうか。はい、縦幅のサイズになってるんで、はい、こうクリックできるかな。なんか下側から行くとなんか邪魔されずにクリックできましたね。はい、とかなんかダブルクリックとかするとね、結構レイヤーのどんどん中に入っていけるんですけども。で、これを見るとサイズはここですね。レイアウトのハイトを見ればいいんで110になってます。で横幅も真似てもらって535に置いとけば今回は全然 OK なんですけど、ここの中身って文字が長くなったら長くなるしみたいな感じにしたいじゃないですか。なので今回はちょっと高さだけまずは
コピーしたいなと思います。なのでここ110にします。今131に僕の画面だとなってたので、ここ110にしてあげますと。はい、これで OK。はい。で、これをもうここにビャーンって置けばいいんですよね。で、普通にこうやって持っていくと、こんな感じでね、やっぱ持ってかれちゃうんで、変なところにレイヤー置かれちゃうんで、違うなと思ったらレイヤー見てもらってこう上に上げてもらったりとかね、すればいいかなと思います。で、まずは横幅ちょっとまず適当に収まる範囲でね、置いときましょうか。こうやってピッて。はい。で、じゃあ次文字載っけます。はい、これもどんどんいきましょう。はい、文字をクリックしてもらえると、72平木のサンズですね。でこっちも72平木のサンズ W6 になってるんで、このサイズで文字打っていただければいいかなと思います。で、ちょっとプチテクニックなんですけども、はい、じゃん。フレームの中を選択するのを簡単にする方法というのがありまして、多分皆さんね、これやっていただければ分かると思うんだけど、これね、文字、なんかクリックできないよってなると思うんですよ。普通に触ったら。触れないよって。これね、見てもらうとレイヤーを分かるんですけど、はい、これレイヤーの中に入ってるんで、まずレイヤー、このフレーム4ってやつが選択の対象になるんですよ。なので普通に置くと文字は選択できないんだけど、ダブルクリックしてもらえるとだんだん中にこう入っていけたりとかしたりとか、あとはコマンドコントロールですね。Windows の方はコマンドか、コントロールキーを押しながらクリック、矢印をこうやって動かすとそのフレームの中に入っているものとかをダイレクトに選択することができます。はい、こんな感じでね。はい、っていうのがここに書いてます。フレームの中にあるものを選択、ね、直接選択するにはってやつで、便利なショートカットだとコマンドかコントロールですね。こっち Windows です。コントロールは押しながら、クリックしていただけると、選択ができるかなと思います。こんな感じでね。はい。ただこれやらないと選択できません。なのでこれちょっとプチテクニックとして結構使うんで覚えておいてもらえると結構便利になるかなと思います。徐々に慣れていきましょう。で、そうやらなくてもね、さっきやった通りこのフレームの中がどうなってるかなっていうのをレイヤーでこう見てもらってこうピッてこう選択レイヤーですればもちろん同じこともできますので、慣れないうちはレイヤーでやってもらってもいいかもしれませんが結構面倒ではあるかなと思います。じゃあ、文字の方やっていきましょうか。何でしたっけ、選択すると72のサイズで平木のサンズ W6 と。はい。じゃあちょっと打っていきましょうかね、まずね。2024、25でしたっけ。はい。で、平木のサンズ。これ平木のサンズプロ N とかでも何でもいいですよ。はい。平木の3か。平木の角ゴシックか。角ゴシックプロ N でいきましょうか。これ一緒です。はい。で、色が白ですね。もう一回確認しましょうね。色はここです。塗りです。はい。FFFFFF なんで FFFFFF にします。はい。コピーしました、僕は。で、こいつをこうやって置いていけば、今回ちょっとうまくなりましたね。はい。レイヤー見ましょうか。フレームの中に入ってくれてますね、僕の画面だと。入ってない方は、ちゃんとこのフレームのこのね、赤四角角丸のフレームの中にこの数字を入れてくださいね。はい。で、同じサイズで最新ってやつなんで、ちょっとコマンドをしながらクリックしますけど、同じサイズですね。はい。なんで、ここも、同じもので最新って打ちましょうか。ここもコピーしてもらって、打ってもらうと早いかなと思います。これちょっと慣れです。はい。こんなパパッとできないと思います、皆さん。で、ここからが大事、難しいところなんだけど、ちゃんと配置しようというところで、やっていきましょう。じゃあまず、このね、2024と25、このブロックで考えましょう。このブロックで、こいつらのこの間のこのね、長さどれぐらいなんでしょうか。見ていきましょうか。だからクリックして、はい、クリックして、オルトキーを押したら、5って出ますね。だいたい5なんですね。はい、だいたいって呼んでるのは、察しのいい方はね、こう見たら分かる通り、文字が持ってる余白っていうのがあるんですよ。ね。今ちょっと分かりづらいけど、青い枠の中にもこう隙間がありますよね。ちょっとね。で、こっちの赤い枠の中にも5ですね。この5のお尻のこことか、ね、間があるじゃない。だから文字が持ってる余白はこれ出ないんで、ブロックごとのこれ数字なんで、5って書いてるやつね。ちょっとこの辺は、細かいこうデザインをやればやるほど、意識しなきゃいけないんだけど、今日はFigma の使い方がベースなんで、まずは5でやりましょうか。はい。じゃあ、12なんで、ここも1、2、3、4、5、6、7みたいな
感じでやってもらってもいいです。はい。僕はそういう風にやってます。これで5ですね。はい。これで OK。ね。じゃあ次は、高さはさっきね、この角丸の揃えたんで、高さは多分 OK なんですよ。で、じゃあこの最新と2024、25を、この角丸の中でまず、真ん中に合わせましょう。なんで、この2つ選択します。2つ選択するのは、1つを選択して、シフトを押しながらもう1個選択すると、複数選択することができます。はい。っていう風にやってもらってもいいんだけど、はい。っていう風にやってもらうと、こうやってね、動かせるんで、2つ同時に。こうやってまず真ん中に置きましょうか。真ん中にね。はい。ピターって合うところがあると思います。真ん中に置きましょう。はい。この状態から、じゃあこの、特に左右ですね。左右のサイズがどうなっているかっていうのを見ていきましょうか。多分、これ今19だから、俺の元のファイルだと24、じゃあ20とかになってそうだな。はい。じゃあどんぐらいになってるか、ちょっと見てみましょうか。はい、19、19、24ですね。まあちょっと中途半端な数字ですけど、ちょっとごめんなさいね。多めに見てください。なので、左右が多分24かな。こっちも24だよね。はい、24。なので、左右を24に合わせる幅に調整をしましょうと。はい。じゃあ、まずはこれ2つ掴んで、ここ5を合わせたね。5を合わせちゃったんで、2つ合わせて、オルトキーを押しながら、まずこっち30、左側が30なんで、こっちをまず24に合わせましょう。シフトをしながら、左を押すと矢印で、まず10ピクセル動くんで、その後に1、2、3、4ってやると24になりますね。はい、これで OK。で、次左を見ましょうと。はい、こっち37ですね。でかすぎたんですよ、僕の場合ね。だから、13ぐらい狭めないといけないです。幅を。そしたら、じゃあこの、ね、角丸の横幅をこれを13短くしてあげれば、こっちに詰まるんで、じゃあこれを13減らしましょう。シフトをしながら下を押すとまず10ピクセルボーンって減ります。これだと、27なんで、これであと3つ3ピクセル減らせばいいね。535ですね。はい、これで OK。これでね、24と24、ね、左右が均等になったんで、バランスのいいサイズ感になりましたというところですね。はい。これで OK。で、あとは、じゃあ配置をしていきましょう。もう文字のところをね、終わらせるために。で、じゃあこの Figma の使い方、これどこにどういうふうに置かれてるかっていうのを、待って、これちゃんとこれ揃える前のですかこれ。これちゃんと揃える前だな。ちょっと位置調整は、じゃあちょっと次やっていきましょうか。細かいんで。はい。じゃあここまで、まずやってみてもらえたらなというところでした。画像を置いて配置の仕方を教えまして、文字の使い方を教えまして、いろいろね、ちゃんと配置してみたというところですね。はい。だいたいこんな感じに今なってるかなと思います。まあ、パッと見雑に見ると、まあ、ほぼ完成なんだけど、ここからやっぱね、微調整で合わせていったりとかするのがデザインで超重要なんで、そこの、やり方というか、やりながら Figma のね、使い方を慣れていってもらいたいので、次の動画では微調整して、バナー完成までやっていきたいなと思っております。はい。初めてのことなんで結構難しいし、あいつ今何言ったみたいなのあると思うんですけども、動画なんでね、巻き戻せたりとかすると思うんで、まずはちょっと僕のやってるやり方とかをもう丸コピーしてください。本当に。自分でやらなくていいです。丸コピーしていって、それを何回もやるとやり方っていうのがもう自然とね、身につくので、はい。それをね、トライしてみて、やってみていただけるといいかなというところです。で、わからないこととかありましたらコメント欄で教えてもらえれば、多分時間差で答えられるかなと。すぐには反応できないかもしれないですけど、答えられると思うので、そこもね、ぜひ、お気軽に、やってもらえればと思います。はい、じゃあ次はね、完成までやっていきたいと思いますので、ぜひ引き続きやってもらえたらと思います。この動画がね、良いなと、勉強になるなと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録もありがたいんですけど、この動画シェアしていただいてね、いろんな人に広めてもらえると、超ありがたいので、はい、そういうのもね、ちょっとぜひやってもらえたらなと思ってます。あと僕、ボノっていうですね、UI、UX デザインをめっちゃちゃんと学べるサービスね、別で運営してます。概要欄に、詳細貼ってますので、ぜひそちらも遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。次完成させていきます。それでは。動画を見てくださってありがとうございました。僕がやっている Bono というですね、UI と UX デザインのコミュニティというものがあります。そこではメンバー限定のコンテンツと、コミュニティの質問とかフィードバックっていうのをやって
おります。コンテンツでは僕がビジュアルを作る前からどうやったらユーザーさんに届けるのかっていうところからね、デザインをするっていうフローを全て公開する実践的なコンテンツをやっていたりとか、自分でお題を解いてそれをチャレンジできるような、身につけた知識を実践アウトプットできるようなコンテンツを用意しています。で、コミュニティの方では質問にキャリアだったりとか、自分の作ったもののフィードバックだったりとか、本当に何でもお答えするっていうものをやっております。概要欄からボノについては、チェックできますので、UI デザインとか UX デザインに興味のある方はぜひね、チェックしてみてください。